ニップンが小麦粉やパスタなど104品目を8月納品分から値上げするのだ。104品目はかなり広いわね。毎日の定番ほどじわっとくるのがいやらしいわ。家計に刺さるやつじゃん。じゃあ1本目、この話からいこう。値上げの理由は原材料だけじゃなくて物流費や人件費もあるのだ。そこに中東情勢まで重なるのね。包装資材の方まで上がるの、ちょっと意外だわ。紙袋とかフィルムって見えないけど毎回使うもんで積み重なると聞くじゃん。会社は包装資材のコストが上がって商品価格に転嫁せざるを得ないと説明しているのだ。負担をそのまま値段に乗せる感じよね。聞こえは強いけれど現実は重いわ。ホットケーキのミックスが 3% から 12% って幅が結構あるじゃん。小麦粉は 3% から 9%、パスタとパスタソースは 2% から 7% なのだ。毎日使う人ほどじわじわ効く数字ね。まとめ買いしたくなる気持ちもわかるわ。アーシなら使う頻度が高いものから値札見直すかな。家の在庫表みたいになるよね。8月1日に卸売業者などへ納品するはからだから、店頭で感じるのは少し後になるのだ。その少し後が一番怖いのよ。気づいたらあれ前より高いってなるもの。献立を考えるときに麺の日を増やすかどうかまで考えるかもじゃん。SD 食品を業務用の香辛料362品目を平均 22.3% 引き上げる予定で、食品の値上げが続いているのだ。一社だけの話じゃない流れが見えてくるわね。広がると逃げにくいのが厄介よ。味付けのところまで広がると献立全体に響くじゃん。毎日のことだとなおさらだよね。みんなはこういう値上げだとどこが一番しんどいと思うのだ？僕は乾麺コーナーなのだ。私は調味料ね。少しの差でも毎回使うと逃げられないわ。アーシはパスタソースかな。麺だけじゃ終わらないのがリアルだよね。国土交通省が日本航空に臨時の監査に入ったのだ。国交省って飛行機の安全も見るところよね。急に中身を確かめるってかなり重いわ。臨時って普段の点検より一段強めの確認って感じじゃん。今月23日、乗務予定だった客室乗務員の責任者など2人が乗る前12時間以内に酒を飲んでいたのだ。12時間以内はダメなのね。空の仕事って想像以上に厳しい線があるわ。それで出発が40分余り遅れたよね。待つ側も予定がずれるじゃん。去年も国際線の機長が社内規定に違反して飲酒し、遅れが出て厳重注意を受けているのだ。続いて起きるともう偶然じゃ済まされないわ。信頼を積み直すのが大変ね。これ現場の1階のミスでも会社全体の見え方に響くよね。国交省は聞き取りや書類確認で詳しいいきさつと再発防止の取り組みを見ているのだ。監査って言い訳より実態を見られるのが怖いところよ。その場しのぎじゃなくて続く形にできるかが勝負じゃん。 JAL は当面滞在先での客室乗務員の飲酒を禁止するとしているのだ。かなり厳しくしたわね。やっと線を引いた感じはするわ。みんなはこういう対策で足りると思う？アーシはまず守るが先だと思うよ。大谷翔平選手がロッキーズ戦で先制の9号ソロホームランを打ったのだ。初回の第1打席でセンター後方って出だしから強すぎじゃん。投打の二刀流で先発出場してそれで一発なのね。空気を一気に持っていくわ。二刀流って投手と打者の両方で出ることなのだ。知ってるわよ。そこは分かってても規格外だと思うわ。でも普通はどっちかだけでも大変だよね。両方やって結果も出すのほんと別次元じゃん。ロッキーズの先発は菅野智之投手で MLB では初めての投げ合いだったのだ。日本人同士の初対決ってそれだけで見出しになるわね。応援が真っ二つになるのちょっと楽しいけど困るじゃん。しかも初回の第1打席だから試合の流れも早い段階で引っ張ったのだ。最初の一振りで先制って相手からしたら空気が変わるわね。打った瞬間にあ、今日は来るってなるやつだよね。
みんなはこういう一発だとどこで一番盛り上がるのだ？僕は打球が伸びた瞬間なのだ。私はスタンドに入るまでの間よ。期待が一番膨らむの。あーしはリプレイ見直すとこかな。何回見ても気持ちいいじゃん。大谷翔平選手は岩手県水沢市出身で、今はドジャース所属なのだ。出身地まで添えると急に近い伝説って感じがするわね。近代プロ野球では珍しい投手と野手を兼ねる二刀流の選手なのだ。一人で見どころが増えるの。ほんとするいいじゃん。MLB ではシーズン MVP を通算4回受賞していて、直近3年連続は満票だったのだ。満票が続くのはもう評価が割れないってことね。すごいわ。2023年には当時スポーツ史上最高額の10年総額7億ドルでドジャースと契約しているのだ。桁が大きすぎてあーしの頭じゃ追いつかないよね。今日は値上げも安全の話もホームランもなかなか濃かったのだ。概要欄にリンクもあるから気になった話はそこから見てみてね。コメントで一番引っかかったニュースを教えてくれると嬉しいわ。また次回もゆるっと一緒に見てほしいのだ。